リオのカーニバル2026はミラドゥールが優勝しました。このダンキのチームですね。2024年に続いて2年ぶりで通算4回目になります。2位で昨年優勝のベージャフロール、2位と同点ながら3位のビライザベルとわずか 0.1 ポイントの差で、優勝になっております。そして今年のチーム、スコーレのテーマなんですけれども、プラシーマシッサ、イコーシッサというのがテーマで、シッサというのは人の名前です。これ、今一番先頭にこの人、この先頭の方がシッサです。メストレシッサ。メストレっていうのは、総指揮者、バテリアの総指揮者のことで、この方は数々の名門チームで指揮を執ってきたことからメストレシッサと呼ばれている方です。その方への現在69歳なんですが、生涯と3倍の関わりを、パレード全体で描くような形ですね。実はさっきの場面ですね、重要な演出がありまして、動画で撮れてないのが残念なんですけれども、あれはコミサオンジ・フレンチというパレードの先頭に当たる対決ですね。でそこで最初少年が踊っていてライオンと戯れたりしていると。でこの少年っていうのは若き頃のシッサですね。でライオンっていうのは今も登場してますね。これ何度か登場するモチーフなんですけれども、シッサが、最初のキャリアを始めた名門校のシンボルであります。その学校のシンボルですね。で現れた実はですね、その少年が、急に突然実はサプライズで現れたシッサと対面するというのが最初の対決のあの場面の直前にありまして、これもかなり評価を高めたようです。なおこの後いろんな出しアレゴリアが登場しますけれども、その多くはですね、シッサが過去に所属した複数のスクールのモチーフであります。で過去に所属した複数のスクールへの敬意を込めてアレゴリアに導入したというふうになっております。ここでちょっとですね、リオのカーニバルとはみたいなそもそもになるんですけども、リオのカーニバルというのは点数制で競われます。演技に点数がつきます。でその演技っていうのは9項目ありまして、その各項目10点満点で6人の審査員が評価すると。で、今年270点満点だったんですけれども、ミラドールは。でなんで6人で10点で、9項目なのに、270かというと、6人のうち低い方の3人の点数を省きます。なんか極端に低い点数を恣意的につけたりする人がいることに備えて、その3人分を備えて上位3人の点数で合計することになります。なので最高点が270ということです。でちなみにその審査項目の9項目を言いますと、打楽器隊、まさにバテリアです。バテリア打楽器隊、次にサンバエンレドパレードのテーマ曲、そしてハーモニーでエボリューション、進行、流れ、進行っていうのは出発進行の進行ですね。パレードの進行についてで、エンレド構成やテーマ、そしてコミサオンジフレンチ、先ほど話しました戦闘グループです。それから騎手とエスコート、旗を持った女性がいるんですけれども、それは必ずエスコートとセットで、その2人の身のこなしなどを評価されます。で、出汁と装飾、それから衣装です。でこれ9項目、今聞いていただけましたか。ですね、このシッサが伝説とされるには、理由があります。シッサはバテリア式の中でもパラジーニャの魔術師と言われておりまして、パラジーニャって何かというと、転調とかストップですよね。ビタッと止まって何百人という演奏隊がビタッと止まってバカーッとこう爆発的に彼の一振りで爆発的な音が戻ってくると、それパラジーニャと言います。で、彼のすごいところは、単なるストップではなくて0年代前後に、ストップの後にファンクを持ってきて、つまり違ったジャンルをパラジーニャを生かすことでサンバの中に持ってきたと。でそれは、演奏の仕方でもあるし、サンバというものに違うジャンルを融合させたという意味でも伝説的な人なのであります。で今回の演技の中でも、観客の合唱だけが響く中でシッサが片手で合図を送るとまた爆発的なリズムがドッカーンと戻ってくるような演出、これが何度か見られました。
そして審査項目9項目に戻ってみますと、今年のビラドールそれは強いでしょうっていうことですよね。まず1項目目バテリアですもん。だってもうテーマから何から移行失策ですよ、バテリア、それはまあ満点ですよね。それから6番目のコミサモンジフレンチ戦闘グループ、これ先ほども言いましたように戦闘グループでサプライズ登場しました、シッサ本人が、そしてサプライズ登場したシッサが少年時代のシッサと対面するという感動的なシーンです。これは審査員から最も感動的な導入部と評価されました。少年の夢が伝説の指揮者になって実を結ぶまでを描いたドラマの導入部として、その序章としてとてもよく出た演出になっていますね。一方、ちなみにですね2位となったベージャフロール、これはどこで減点されたかということなんですけれども、これ実は進行です、出発進行の進行ですね。これがパレードの中盤に巨大な出汁の間隔がわずかに空きすぎてしまったんですね。そのためにパレードの流れが数秒間止まって見える、ブライっていうらしいんですけども、これがブライが起きちゃったと評価されてしまって 0.1 の減点になって、それが最後までつまらなかったと、で 0.1 ポイント差の2位になってしまったわけなんですね。ちなみにリオのカーニバルに出場する1部リーグ12チーム、入れ替え制で12チームあるんですけれども、それぞれ3000人とか4000人とかで構成されています。で、会場を通り過ぎるのに、1時間とか1時間10分とかで通り過ぎるというか、何分で通り過ぎなさいということが決まっていて、それを超えてもあるいは足りなくても減点されるというシビアさです。そしてこれ最後の出しなんですけども、対抗もした出しですね。この一番先頭の壇上にいるのがまたシッサです。シッサは先頭集団で登場した後、なんかバイクに乗って移動して、ここに登場したらしいですね。でそしてその、ちょっと一段下に女性が見えますよね。この女性って、かつてこのスコーレの女王ハイニャ・ジ・バテリア、女王を務めた有名女優のジュリアナ・パエスという方だそうです。その方が18年ぶりに、復帰してシッサへのオマージュに花を添えたのがこの場面であります。以上見てまいりましたけれども、今年のビラドール9項目すべてで、圧倒的なパフォーマンスを見せたということですよね。例えばリオ市公式の観光サイトでも、歴史に残る完璧な構成と紹介されているほどであります。最初から最後までミスを一つもしないという圧倒的な精密さ、圧倒的な内容で王座に、ビラドールを導いたということになりそうです。